寝ながら内もも、外もも、裏もも、前もも全部痩せる動画です。まず上向きに寝て、両足を上げてかかとで裏ももをタッチしましょう。裏ももの筋肉を意識して使いましょう。この動きは簡単なウォーミングアップです。この動画は後半に行けば行くほどきつくなります。最後までやりきれば前もも、裏もも、外もも、内もも全てに効きます。一緒に頑張りましょう。次はふくらはぎとすねの筋肉を動かします。両膝を立てたままつま先を浮かせる、かかとを浮かせる、つま先を浮かせる、かかとを浮かせる、繰り返しましょう。ふくらはぎとすねの筋肉が動いている感覚があれば OK です。もしも腰が反ってしまって痛みが出るという人は、少しお腹に力を入れて腰が反らないようにしましょう。かなり長い動画になってますので、一個一個の種目の最後の10秒はきつい人は休憩して大丈夫です。次は片足ずつ膝を伸ばします。しっかり膝を伸ばしきりましょう。膝を伸ばしきることで膝上の肉を撃退します。膝を伸ばしきった時につま先を手前に引いておくと、ふくらはぎの筋肉を伸ばすことができるので、余裕がある人は意識してみましょう。後半になっていくと膝を伸ばしきることがきつくなってきます。ゆっくりでいいので膝を最後まで伸ばしきるように意識しましょう。次は片足ずつ開脚をしていきます。外ももやお尻の外側に効きます。ゆっくりで良いので、自分が開ける範囲限界まで足を開くようにしましょう。足を開く方向は真横を意識しましょう。もし腰が反ってしまって痛みが出る人は、少し高めの枕にすると良いかもしれません。まだ先は長いので、余裕がない人は10秒間休憩をしておきましょう。次は足パカをしていきます。皆さんに見えやすいように位置を変えますね。皆さんはその位置のままで大丈夫です。足をできる限り高く上げて、できる限り開脚して、1、2、3で閉じましょう。早くやる必要はありません。ゆっくり開いて3回バウンドして閉じましょう。腰に痛みが出る人は、お尻のあたりにクッションや枕を入れるか、自分の手をお尻の下に入れて少しお尻を持ち上げましょう。大切なことは内ももの筋肉を使って足をしっかり最後まで閉じることです。次は膝を曲げた状態で両足をしっかり閉じたまま左右に倒していきます。骨盤が多少浮いても大丈夫です。倒れるところまでしっかり倒しましょう。外ももの付け根あたりにある大天使という出っ張った骨を引っ込めるために必要な運動です。足が左右に倒れなくてもいいので、膝と膝はしっかりつけたまま行ってみましょう。内ももの脂肪を撃退する運動にもなってます。次は片足ずつ足を持ち上げて大きくくるくる回しましょう。まずは右足から外回しに大きく回しましょう。股関節の付け根から大きく回すイメージで行いましょう。早く回す必要はありません。普段動かさない範囲まで大きく動かすことが大切です。そのまま反対の内回しも行っていきましょう。もし腰が痛い人は左膝を曲げて左足立てておいても大丈夫です。次は左足も行っていきます。大きく外回しから行いましょう。余裕がある人はしっかり膝を伸ばしたまま行いましょう。慣れてくるとどんどんスピードが速くなって周りがちっちゃくなったりします。ゆっくりでいいので大きく普段動かさない範囲まで
動かすように意識して行いましょう。内回しも同じように股関節付け根から大きく行いましょう。次はお尻のストレッチを行っていきます。右足を左足に乗せましょう。右の股関節をしっかり外に開きましょう。お尻が伸びていれば OK です。もしもこれで余裕がある人はそのまま左に倒しましょう。右のお尻がより伸びてくると思います。それでもまだ余裕があるという人は左手を使って右足を手前に引きましょう。反対のお尻も伸ばしていきます。左足を右足に乗せましょう。左股関節はしっかり外に開きましょう。これでお尻が伸びる感覚がある人はこのままの体勢で30秒キープで OK です。もし余裕がある人は右に倒しましょう。まだ余裕がある人は右手で左足を手前に引きましょう。お尻は人の体で一番大きい筋肉なので痩せるためには柔らかくする必要があります。次は寝たままで自転車を漕ぐような運動をします。両足を上げて自転車を漕ぐイメージで足を動かしましょう。手前に引くときに力を入れれば裏ももに効きます。逆に膝を伸ばすときに力を入れれば膝の前に効きます。30秒間の中で手前に引く方に力を入れてみたり、膝を伸ばす方に力を入れてみたりするとまんべんなく動かすことができます。きつい人は無理せず最後の10秒休憩しましょう。次は内もも付け根の脂肪を撃退していきます。股関節をしっかり外に開いた状態で足を真上に持ち上げましょう。内ももの付け根の筋肉を使ってしっかり真上に上げましょう。内ももの付け根の筋肉を使えてるかどうか確認するために空いてる手で内ももの付け根を触ってみると分かりやすいと思います。動いていれば内ももの付け根が使えている証拠です。腰が反ってしまう人は左膝を曲げて左足を立てておいて大丈夫です。反対の足も行っていきましょう。股関節をしっかり外に開いて内ももの付け根の筋肉を使って真上に上げます。斜めに足を上げてしまうと別の場所に効いてしまうので真上に上げるように意識してみましょう。なぜこのような長い動画を作ろうと思ったかというと、皆さんのリクエストを聞いていて前もも、外もも、内もも、裏ももと気になる部位が人によって違ったんです。もちろん気になる部位だけを行ってもいいのですが、骨盤や股関節全体を行った方がより効果的なので長い動画1本にまとめてみました。次は水泳の平泳ぎのような動きをしていきます。動画のように平泳ぎのイメージで動かしましょう。足を閉じるときに内ももを使ってしっかり膝と膝をつけましょう。腰が反ってしまって痛みが出る人は腰に痛みが出ない範囲で無理なく行いましょう。最後は平泳ぎを逆回しで行ってみましょう。普段しない動きなので結構難しいと思います。内ももを使ってしっかり足を閉じましょう。次は休憩も兼ねた股関節のストレッチを行っていきます。両膝を立てたまま左右に倒しましょう。骨盤が浮いてしまっても大丈夫です。休憩も兼ねているのでゆっくり無理ない範囲で行いましょう。次の種目は少しきつめなので
今から10秒間休憩していても大丈夫です。次はお尻を浮かせたままで片足ずつ上げていきます。できる限りお尻が床につかないように意識しましょう。もしもまだ余裕があるという人は、お尻をなるべく高い状態を保って行うとかなりきつくなります。裏ももやお尻を使っている感覚があれば OK です。もうかなりきついと思うので、最後の10秒間遠慮なく休憩してください。ゆっくり休みましょう。次は仰向けに寝たまま足を肩幅ぐらいに開いて、股関節を内外にねじりましょう。腰が反って痛い人は両膝を曲げても大丈夫です。つま先だけを内外に動かすのではなくて、股関節付け根からしっかりと内側外側にねじりましょう。かなりきついと思いますが、毎日続けると太ももが本当に細くなります。僕はお風呂に入った時に自分の太ももを見てかなり細くなったのを実感しました。諦めずに一緒に頑張りましょう。次はうつ伏せになります。スマホは手に持たずに見やすい位置に置いておいても問題ありません。片足ずつパタパタ動かしましょう。裏ももの筋肉を使うイメージです。裏ももの筋肉を使っている感覚がわからない人は、僕のように裏ももを触ってみると動いている感覚がわかると思います。かかとが裏ももに当たるぐらいまで上げると効果的です。これは休憩も兼ねたストレッチなのでかなり楽だと思います。無理せずゆっくり自分のペースで行いましょう。次はお腹から股関節付け根にかけて伸ばしていきます。片足ずつ反対側にクロスさせると、お腹から股関節付け根にかけて伸びる感覚があると思います。こんな感じで交互に行いましょう。大切なのはお腹から股関節付け根にかけて伸びているという感覚があることです。もっとゆっくりでも問題ありません。腰が痛い人は痛みが出ない範囲で行っていきましょう。皆さん大変お待たせしました。お待ちかねの一番脂肪燃焼ができる動きを今からやっていきます。四つん這いの体勢になって両足をできる限り高く上げていきます。腰が反らないように少しお尻は高めに上げましょう。前ももがお腹につくぐらいのイメージで上げるとかなりきついです。きつい種目はこれでおしまいです。最後20秒一緒に頑張りましょう。なんでこんなきつい種目を最後に持ってきたのと突っ込まれるかもしれませんが、体が柔らかい状態の方が効果的なんです。最後一緒に頑張りましょう。もうきつい種目はおしまいです。最後は前もものストレッチをして終わりにしましょう。筋肉太りした足にならないためにも最後のストレッチは重要です。時間をかけてゆっくり前ももを伸ばしましょう。うつ伏せのまま手で自分の足首をつかみましょう。僕のように足首を内側に持ってきたり外側に持ってきたりすると前ももがいろんな方向で伸びて効果的です。もう疲れ切ってしまっている人は方向を変えずに同じ向きだけでも大丈夫です。前ももが伸びていると感じるところでしっかりキープしましょう。次は反対の前ももも伸ばしていきます。足首を手で掴みましょう。もしもこれで伸びる感覚がないという人は膝を少し持ち上げると良いと思います。腰が反らないように気をつけましょう。15分間かなり疲れたと思います。僕も撮影で初めて汗だくになりました。ただやった分効果はあるので明日からも続けて一緒に頑張りましょう。リクエストがあればコメントいただければお答えします。
15分間頑張ったけどよかったよという人は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。明日も更新しますので、一緒に頑張りましょう。10万人以上の方が登録しているズボラストレッチの無料の公式 LINE、登録するとプレゼントが多数あります。早く痩せたい、どの動画やったらいいかわからない、姿勢を良くしたい、食事どうしたらいいかわからない、そんな方は概要欄固定コメントから LINE 友達追加してもらうと、悩みが解決されるコンテンツ多数無料でプレゼントします。